ラーの翼侵入。ゲームボーイ用ソフト、遊戯王デュエルモンスターズ4、バトルオブグレートデュエリスト、付属カードとして登場した。神属性は、三原神と、ホルアクティのみの属性であり、原神従属は、三原神のみの特別な種族となる。こちらは、公式のデュエルでは使用できない、特別なカードであり、厳密には、遊戯王カードではあるが、OCG 版ではないとして扱われる。登場当時に、攻守にハテナのカードがなかったため、表記がハテナ4つになっている。表面は、遊戯王 GX でいうところの、ラーイエローで色付けされており、背面は、通常のカードと違い、コナミなどのロゴはない。このカードは、遊戯王デュエルモンスターズ6、エキスパート2の、6カ国対応版に付属した英語版と、OCG、15周年記念セットの第3弾、デュエルキングの記憶、戦いの儀編、特典版がある。OCG 版。OCG で使用可能になった紙のカード、背景が、豪華モンスターと同じ色に変更されている。初登場は、V ジャンプ、2010年2月号付属カードだが、この時のイラストは、高橋和樹先生の書き下ろしである。イラストは、通常版、書き下ろし版、プエンティス版を含めて3種類。ラーの翼侵入は、複数の効果を持つが、それぞれに、死者蘇生などの特殊召喚ができない。ライフをコストにしないと、攻撃力、守備力は0のままだが、効果を使用すると、ライフポイントが100しか残らないので、除去効果は発動できない。召喚時以外に耐性がないなど、OCG 版は残念な仕様になっていた。コナミが、ヒエラテックテキストを解読できなかったため出来上がった、紙ではなく紙。ラーではなく、王の翼侵入と呼ばれるなど、散々な扱いと評価を受けているが、OCG 版に先駆けて実装されていた、任天堂 DS 用ソフト、遊戯王デュエルモンスターズ、ナイトメアトラバドール。または、それに続く、遊戯王ワールドチャンピオンシップシリーズでは、原作の効果に近い形で収録されていたため、そのままか、それに準ずる効果で登場するという、デュエリストの期待が大きかった結果とも言える。現在では、ラーの翼侵入スフィアモードや、ラーの翼侵入ゴッドフェニックスなど、専用のサポートカードも増え、ラーデッキも組めるようになったが、ゴッドスライムなど、周りのカードが強いのであって、それ、ラーじゃなくてもいいですよね。ということで、ラーの翼侵入の評価の向上には繋がっていない。ラーとは太陽神であり、太陽そのもの、エジプト神話において、最も重要な神様である。太陽が東から昇り、西に沈む姿は、一日のうちに死と再生を繰り返す、不死の存在とされ、日中は、太陽の船に乗り空を渡るが、夜は、地平線の下を、太陽を飲み込もうとする巨大な蛇、アポピスから、セト神に守られながら死の国を進む。ピラミッドは、太陽に先端を向ける形が、太陽の光と輝きを表し、太陽信仰の象徴とされる。闇の力、王の魂を宿す千年水が、先端を下に向けるのも、その方向に、死者の国、冥界が地平の下にあるとされるからだろう。原作では、マリクイスタールが使用する三原神で、最高位の神。ペガサスが解読できなかったため、テキストがヒエラテックテキストのままになっており、物語が進む中で、少しずつ、その能力が明かされている。初登場の、城之内対リシド戦では、攻守は、生贄のステータスの合計という効果が、クジャクマイ対闇マリク戦では、スフィアモードで召喚され、ヒエラテックテキストを唱えたプレイヤーが、コントロールを得る効果が明かされ、闇マリク対闇バクラ戦では、ライフと引き換えに攻撃力を得る効果を、闇マリク対城之内戦で、最後の能力、モンスター除去効果の、ゴッドフェニックスを使用していた。その他にも、ラーの翼侵入には、最高神の権能のようなものがあり、コピーカードを使用した者に、最悪の場合、死に至る罰を与え、神のランクにおいて、他の2神を上回るため、オシリス、オベリスクの効果も受け付けないなど、強力な耐性を備えており、フェニックスの姿では、戦闘破壊耐性も追加されている。なお、アニメ版は、神のランクが存在しないため、三原神の耐性は全て同じだった。原作、アニメともに、攻撃時の名称は、ゴッドブレイズキャノンとなる。アニメ、遊戯王 GX、第85話、神のカード、ラーの翼侵入を操る男では、インダストリアルイリュージョン社に保管されていた、ラーのコピーカードを、盗み出したフランツは、紙縛りの塚を使うことで、蘇生させた勇気10代は、墓守の長から譲られた首飾りの力なのか、ラーをコントロールしたが、ルールズのコピーカードとは別物なのか、二人とも、神の裁きを受けることなく無事であった。原作、アニメ、ゲーム作品では、ラーの翼侵入の召喚時に向上があり、GX では、フランツの、眠りし神の魂よ、今その姿を蘇らせよ、この者に、立ち向かう愚かしさを知らしめるのだ、いでよ、ラーの翼侵入、が、デュエルリンクスでは、リシドが、我が命の片割れと共に捧ぐ、聖なる棺に眠りし神の魂よ、今、その姿と共に蘇れ、ラーの翼侵入、
と。そして、闇魔力の、ラーよ、血より蘇生視点を前、炎魔と石不死鳥となりて、ラーの翼侵入、と。もう一つが、太陽魔と石神秘の力、目前のクズどもを、地獄の豪華で焼き尽くせ、我が勝利のために、起動せよ、ラーの翼侵入、である。ゲームボーイ版、遊戯王デュエルモンスターズ4に登場した際は、原神獣族ではなく、機械族に分類されていた。